Hello， 大家，你在夏日之中第5集，佐伯不告而别了。阿瑟回忆过去的种种，也渐渐明白了佐伯的心情。原来他一直以来都是带着这种即将离别的不舍在跟他相处的。与此同时，他也越来越明白，原来自己没有的佐伯真的会寂寞。现在阿瑟总算是收到了佐伯的信，我们来看看他到底写了些什么，两个人的关系后面又会如何发展？没有勇气阅读吗？你换个地方阅读。渡へ何も言わずに転校したこと、怒ってるだろうし、バカなことしてるのも分かってる。俺が渡と初めて会ったのは東村公園です。要坦白小时候的事了。俺が子供の頃、女の子が欲しかった母は、休日に俺に女の子の服を着せていました。虽然说要打破性别框架，没有人规定男生不能穿裙子，可是问题是现在的社会的风俗就还是这个样子，你这样子让小孩的心里会困扰而且穿裙子也让小孩不方便奔跑来跑去玩。哎呀，其实没什么事啦，妈妈有点过度保护了。なんか男っぽくない？シャボン玉やりたい。やろっか。自己跑那么远，玩得太开心了哦。他想要借此忘掉烦恼，结果就真的把身边的一切忘掉了，忘掉怎么来的了。你赶快大喊啊！既然都听得到妈妈的声音，应该不远啊。这个时候这季会继续往前跑，你应该要返回原路。好啦，不过这个小孩啦，不怪他。大丈夫？お母さんは？シャボン玉をかけてたらいなくなっちゃって広場のとこにいる。俺連れてってあげる。哎呀，真亏这么多年，佐伯还能记住那个是阿瑟哦。なんで女の子の服着てんの？哦，わかるの？男の子だよね。可是为什么长大之后的阿瑟会继承小女孩？嫌なら嫌って言っていいんだよ。第一次有人在佐伯的人生里对他讲这种话哦。俺嫌なこと言っちゃった？其他同龄人都只会嘲笑他。違うから。これあげる。难怪佐伯对他印象深刻，这真的是童年世界里的大英雄哎。マントを外しても、その少年はまるで映画のヒーローでした。啊，所以他那个时候是阿瑟问他说最喜欢哪一个電影里的超级英雄，他选择不说。他心目中有一个最棒的超级英雄。本当によかった。わかる？どこ行ってたの？もう心配したでしょ？これどうしたの？マントと交換した。もう。相对来说，虽然这边也是会担心小孩，不希望小孩乱跑，可是就比较开明哦。看到他用斗篷换吹泡泡，就觉得算了，小孩子拿他没办法，开心就好。僕嫌なんだ。女の子の服。ママが嬉しそうだったから言えなかった。哎呀，ママ気づかなくてごめんね。もうやめるから。本当にごめんなさい。小时候的佐伯学会了拒绝女装，那长大后的佐伯会不会也可以拒绝出国呢？既然不喜欢，就要说出来。言いたいことを言えなかった俺を変えてくれたのは、あの少年でした。
哦，他其实还没出国。本当に良かったの？山田先生から聞いた。クラスのみんなにはカナダに行くこと言わないでって頼んだって。我觉得佐伯妈妈在那件事情之后有改变哈，开始会更多的去关心佐伯内心真实的想法，他有没有什么话是没有说出口的？残念。お母さんも一度会いたかったな。千春の高校のお友達。妈妈想见见儿媳妇啦。その少年と再会したのは高校の入学式でした。あ、渡る。我还是很佩服你，这样居然认得。渡る、どこ行ってたの？もう心配したでしょ？妈妈都看到了，你盯着那个男孩一眼万年。渡る。可是瓦达鲁这个名字应该还蛮菜奇亚米亚的，不是吗？あの少年が近くにいるかもしれないというだけで、俺は好きな人がいると告白を断るようになりました。这也不算说谎啊。哦，哎，实在是好没礼貌啦！你要帮忙捡东西。あ、ありがとう。大丈夫？嘿，还是我的超级英雄最贴心。あ、ごめん。俺連れてってあげる。电到了哦。おい渡る。早くしないとパンなくなるぞ。ああ、ごめんごめん。あの少年は渡るだと確信しました。いや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 、怖い怖い怖い。学生时期的暗恋真的是这样哦，擦肩而过都会让自己开心好一阵子。話してみたいと思ったんです。果然这一次是尽信社记过的搭讪嘛。あ、すいません。ちゃんと見てなくて。いや、こっちこそごめん。そのキーホルダーってさ、ノワールホークのジェットだよね。ノワールホーク知ってんの？我觉得佐伯应该本来也是喜欢电影的啦，但是确实有根据阿瑟用的调式来调查看看他的喜好。友達になって一緒に過ごすうちに、あの時と一つも変わらないまっすぐさに触れるたびに、偶然じゃなかったのかよ。安心しろよ。嫌なら嫌って言うから。そういえよ、俺がガキンチョの頃もここで泣いてる女の子に会ったことあったな。那时候都不理解为什么这些时候佐伯情绪这么泛滥哦，现在又串起来了。不过佐伯，你既然都了解阿瑟的为人，知道他这么的率真，你就应该要早点告诉他。你这样子不是伤害他了吗？你知道他的，他一定可以接受，只要你坦白说。阿瑟要冲过来吗？没有，还是分离了。お、ラブレター。あいつ今日本にいるんじゃない？哎ほら消印9月3日玉城町になってるよ。哎呀，没想到你是那个最细心的，率先发现疑点的。哇，还真的要爆冲了。可是你不上课了吗？あいつまだいるかもしれなくて場所教えてほしい。第三小学校のすぐそばだけど。それって玉城町？うん。住所聞いてすぐ俺のスマホに送って。あと担任に早退するって言っといて。哎川口、呀，悪いけど最近家の住所教えてくれる？分かった。这两个是好朋友啦，尽全力在帮助阿瑟满足心愿。不过他应该不在这里了。はい。哎，还在啊？突然すみません。僕戸田って言います。あの子内緒にしてたんでしょ？ごめんなさいね。佐伯は？カナダへは夫だけが先に行ってて、千春は学校の都合で明日の飛行機で行くことになってるの。どこへ行くかは聞いてないんだけど、夕飯までには帰ってくるからって。戸田君、学校は？果然是妈妈长辈率先会操心的事情。このまま夏を終わらせるなんて絶対に許せなかった。
两个人呐，总算是补齐了小时候的故事了。只可惜，并不是由佐伯亲口说，而是在他不告而别之后写信告诉阿瑟。阿瑟的反应也如预期一般，就是很快就接受了。然后也因为这些信，因为补齐了这些资讯，让他更理解佐伯的想法是什么，进而也更清楚知道他现在心里想做的事情是把佐伯找回来。但凡有那么一丝丝的希望，他都可以逃离学校，尽快用全力冲刺去找佐伯。没想到吧，佐伯，其实一直以来这份感情都并不是只有你单方面的在给予哦，你大概一直都不知道吧，才会单方面的选择结束跟阿瑟的关系，单方面的决定跟阿瑟不告而别。小时候的阿瑟对佐伯说，如果讨厌的话就要说出来，让佐伯终于向妈妈讲出了真心话，让他能够自在的做自己。现在的阿瑟其实也没有改变，还是那个有话直说、有想做的事情就立刻行动的他，依旧是这一份率真、这份真诚，让他冲刺去找回了佐伯。这两个人，一个在年少的恋爱里横冲直撞，一个却小心翼翼。两个人代表着两种截然不同的青春，但是同样的，都是因为他们太在意对方了呀。虽然我相信，无论这件事情的结局如何，他们往后一定还有好几道坎要去度过。但是就目前来说，我希望他们有好的结局。那这一集就看到这边，下次见，拜拜。